皆さんこんにちは。ドラ旅です。香川県の旅の最終日は高松市と坂出市を見ていきます。ホテルから歩いて行ける一角高松店は90分待ち。これはもう諦めるしかない。その角を曲がった先にあった骨付き鳥焼き鳥専門店の串鳥に行きました。全く何も調べてなくて行き当たりばったりだったんですけど、半個室で活気もあって料理も美味しかったです。このチャンネルは西日本を中心に旅しています。旅が好きな方はいいねボタンとチャンネル登録、ハイプボタンもお願いします。焼き鳥と骨付き鳥とビール、その後にハイボールが最強です。パリッとした固めの親鳥がたまりませんね。鶏肉の消費量だと香川県は全国3位、上位はすべて西日本なんですね。1位の滋賀県もいつか行ってみたいと思います。この肉汁と油が混じった極上のエキスにご飯をつけると最高でした。高松中央商店街の夜はかなり楽しいので絶対飲み歩いてくださいね。おはようございます。まずは国の特別名勝、広大な栗林公園を散策します。特別名勝は全国に36件あるってご存知でしたか？ドラ旅で紹介した場所だと岡山県の岡山後楽園、広島県の厳島、佐賀県の虹の松原、長崎県の雲仙岳がありますね。皆さんは行ったことありますか？どれも感動レベルなのでぜひ行ってみてください。愛媛県の旅の次は石川県で、金沢の兼六園も特別名勝です。ここも素晴らしかった。今から行く栗林公園は日本一の広さを持つ文化財庭園です。広さはなんと75ヘクタール、福岡県の大濠公園の約倍くらいの広さ。全部見ようと思うと何時間もかかりそうです。シートをお取りください。ご利用ありがとうございます。短時間で効率よく回って、かつポイントはしっかり見ようと思って1時間で行けるコースで行きました。現在地がここなので、反時計回りにこういう感じで回っていこうかなと思います。東の門から入ってすぐに右をご覧いただくと、商工奨励館、平等院鳳凰堂に似せているそうです。素通りする方がほとんどでしたが、栗林公園の歴史とか見どころとか歴史を紹介していて、これは行った方がいいように感じました。僕の実家は田舎なので、端午の節句の時、家の前に登り旗とか鯉のぼりがあったことを思い出しました。風が吹いたらバサバサという音と風で揺らぐ鯉のぼりを今でも覚えています。最近はあんまり見ないですよね。皇族の方がお手植えした松とか、亀の上に鶴が羽を広げたように見える松とか、歩いているだけでいいことありそうです。この松は園内で一番美しいと評価されています。見逃さないように行きたいですね。歩いていると景色がどんどん変わります。300年前に作られて約1400本の松や梅や桜、ツツジやイチョウもありました。栗林公園の名前の由来となった栗の木は実はほとんどないそうです。理由はわからないけど、仮にこの松と同じ数の栗の木があったら危ない気もします。
冠水地にやってきました。その横には菊月亭です。お客様を招くために作ったらしく、中は茶室になっていました。時間があればここは立ち寄った方がいいですね。冠水地だけじゃなく、この後の円月橋の景色を見ながらお茶をいただけます。今回は時間がなくて行けませんでした。この景色最高ですね。この池は和船で楽しむこともできます。約30分で遊覧するそうです。楓のトンネルを抜けていくと、ガイドブックで何万回も見たあの景色がやってきます。これが円月橋です。で、さらに高いところから見ると絵はがきのような写真が撮れます。さすがにこの辺りまで歩くとよっこらせと座りたくなりますので、橋を見ながら休憩です。甘味噌の焼き団子はややコシがある団子で、あっという間に完食です。和船の乗船券はここで買えるようですね。最後は芙蓉峰、後ろの山と庭園が一体となって見事な景観です。退屈どころか進むごとに景色が変わって、1時間の濃い映画を見たような感覚でした。短時間でも満足の栗林公園を見ないで香川観光を終わらせるのはもったいないと感じます。次はですね、栗林公園に来たらこのうどん屋さんは行くべきという名店に行きます。コメントでおすすめしていただきました。目の前にあった上原屋本店です。行列が信頼と味を保証してくれました。
あ次は西へ向かって走ります。讃岐うどん発祥の地綾川町、こんぴらさんがある琴平町、丸亀城や骨付き鳥の丸亀市、個性的な町が揃っています。今回はその手前にあるうだつに行きました。この町は四国の住みやすい町1位に輝いています。確かに道も広いし、大体何でもありそうで、初めて来ても住みやすそうだなという気がしました。ちなみに住みたい町1位は6年連続で愛媛県松山市。愛媛県は次回の動画で行こうと思ってますので、楽しみに待っていてください。住みやすいだけじゃなく、財政力指数も高めで、実は活気に満ちた町なんですね。そこにあった四国水族館、ここはですね、水族館というより美術館に行くような気持ちで行ってみてください。美しい水槽は四国の個性的な海をダイナミックに再現していて、眺めるだけで癒されます。イルカのプールは瀬戸内海と空が溶け合うように設計されていたのも印象的です。では、失礼いたします。はい、失礼いたします。姫様ありがとうございます。どうぞいってらっしゃいませ。テーブル内の目の上のあたりにご注目ください。ピンク色になっているのがお分かりいただけるかと思います。はい、ありがとうございます。こちらに。はい、カードリピーセットにも。はい、ちょっと磨いてみます。のがついてる。面白い。すごい。なんかオレンジ系ですね。綺麗。すごい。で、このチャーム付きペンダントとデザインペンダントはキーホルダーに変更することができます。
つまりもついてる。およそ90分で見ることができました。もうね、四国美術館です。綺麗すぎました。ありがとうございます。水族館の近くには瀬戸大橋のことがわかる瀬戸大橋記念館があります。瀬戸大橋は1978年着工で、私たちよりも年上の巨大大橋、巨大な壁のような高架橋ですね。その先には瀬戸大橋記念公園があります。総事業費1兆円以上をかけて世界最長の鉄道道路併用の橋となっています。その歴史などを無料で学べるのが今から訪れる瀬戸大橋記念館です。ここはかなり広いんですけど、残り時間も少ないので記念館だけ見てきました。あのタワーはゆっくりと360度回転するそうです。ずっしりとした見た目の記念館の中はたくさんの模型と映像がありました。地震と台風に加えて激しい潮流の瀬戸内海に道路と鉄道の橋を10キロ以上作っていて、これは世界的に見ても例のない難しい工事だったようです。日本の最先端の技術を集めて瀬戸大橋工事のために作ったのがこの船です。海の中にコンクリートを打つとき、途中で止めるわけにはいかないんです。途中で中断したりして、その上に新しくコンクリートを打つとね、その継ぎ目の部分が弱くなって壊れやすくなるんですって。こういう小さな重機を操作できる場所がイオンの中にあったらずっと過ごせる気がします。今回の香川県の旅、振り返ってみると、派手な観光地を巡るというよりも景色や時間を丁寧に味わう旅だったように思います。高松の街で感じた歩く楽しさと夜のにぎわい、屋島や大串半島で出会った瀬戸内海の穏やかな絶景、そして小豆島で感じた時間がゆっくり流れるような感覚、どれも強く主張するわけではないのですが、気づけば心に残っていました。少し車を走らせるだけで全く違う表情に出会える場所、海、山、島、そして街、そのすべてが無理なく自然体で楽しめます。だからこそまた来たいと思わせてくれるんだと思いますね。今回の旅は視聴者の方からいただいた情報でより深くより濃いものになりました。改めて本当にありがとうございました。もしこの動画を見て少しでも心が動いたなら、次に旅する場所は香川県という選択もいいのではないでしょうか。美味しいものを食べて綺麗な景色を見てゆっくりとした時間を過ごす、そんなシンプルな旅がここにはありました。次回は愛媛県。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。